どうも皆さんこんにちは。ハラペコグルメ道ひろろです。今回は2024年の総まとめ。今年紹介したお店の中からひろろがここはぜひ皆さんにも足を運んでほしいというおすすめのお店を10軒ご紹介します。ぜひお店選びの参考にしてくださいね。それでは行ってみましょう。この動画はこちらのスポンサーの提供でお送りします。まずはこちら、周南市の酒場食堂大岡さん。元板前のオーナーさんが手掛ける繊細かつ丁寧な料理が味わえるというのがおすすめポイントの昼飲みできる酒場食堂。飾っている大岡の絵は年を重ねても夢を持ち花を咲かせられるようにという素敵な願いが込められています。そこで味わえるメニューの1品目はこちら、徳山うま塩ふぐ混ぜそば。非常に上品な感じの混ぜそばは細麺で食べればガツンとスープのうまみ、後味はスッとしていてとても食べやすいんです。その味わいはまるで濃い出汁をそのまま飲んでいるかのような日本人にはとても受け入れやすい味になっているんです。麺が細麺なのでお酒の締めにももってこいですね。さらにこちらのトッピング、ご飯と温玉セットを注文すれば残ったスープに投入して最後まで旨味が詰まったスープを味わい尽くせますよ。他にもカツ丼や唐揚げなどついつい食べたくなるようなメニューもいろいろ。実は動画公開時にはなかったメニューも増えているという情報もありますので、来年にまた取材に行かせてもらう予定です。周南市で美味しい酒場食堂にぜひ足を運んでみてくださいね。お次は宇部市の暁食堂さん。こちらは新鮮な魚料理をお腹いっぱい、しかもリーズナブルに食べられるというのがおすすめのポイント。こちらは日替わりのメニューを自分で好きにとってお会計するシステム。とはいえこのお店の一番すごいメニューは間違いなくこれ、荒の煮付け。使われている魚は日替わりですがなんと無料。しかも現品限りの早い者勝ち。家庭的な醤油で味付けされた甘辛い煮付け。優しい味付けで日本人なら誰もが好きな味なんですよね。それを軸にしてお刺身にご飯に味噌汁というパターンや1日の数量限定の漬け丼などをチョイスすれば非常に豪華なお魚ランチの完成です。ちなみに漬け丼はヤフーニュースにも取り上げられたという絶品丼。魚屋さん直営ということで魚の鮮度は抜群だから全ての魚料理がうまい。そして全体的にリーズナブルでこれだけ揃えても1000円前後。ぜひ美味しいお魚ランチを味わってみてくださいね。お次は宇部市の中華料理東食さん。中華料理店敦煌で料理長の経験もある実力派の店主さんが切り盛りする本格中華がリーズナブルに味わえるのがおすすめポイントのお店。特におすすめがこちらのランチメニュー、東食定食。主菜を8種類から選ぶことができる上プラス200円でラーメンもつけることができるというお得かつ贅沢なメニューなんです。撮影時は麻婆豆腐と五目タンメンをチョイス。麻婆豆腐は辛みの奥にしっかりとしたうまさが口の中に広がる美味しさ。本格中華ながら日本人にも食べやすいようにと辛さを抑えてくれているのがありがたいですね。五目タンメンも鶏と豚の骨から取った出汁で作られているのでしっかりとしたうまみと野菜のみずみずさもありとても美味しいんですよ。ちなみに麻婆豆腐をチョイスした方はぜひご飯にのせて即席麻婆丼を作ってみてください。絶対にうまいのでひろろおすすめの食べ方です。ぜひリーズナブルな本格中華を食べてみてくださいね。お次は宇部市のラーメン優勝さん。宇部市の二郎系といったらこちらのお店。メガネ山口さんとのコラボ会で初めてお邪魔しましたね。ひろろのおすすめは優勝ラーメン。最初から豚2枚と味玉と海苔がセットになったお得なラーメン。野菜の量は野菜マシマシをトッピングしています。この撮影時にはありませんでしたが現在はガリマヨもトッピングに追加されていますよ。ですが大量の野菜は味付け背脂をお椀でもらってそちらにつけながら食べるのがおすすめです。野菜を片付けたらようやくスープを味わいましょう。撮影時にチョイスしているのは醤油豚骨。2日間煮込んだげんこつスープと自家製醤油だれを合わせた特製スープ。意外とあっさりとした仕上がりで飲みやすいんです。そして選べる麺はつるもちをチョイス。お店で作る自家製麺は太いので食べ応え十分。さらに個人的に優勝さんで一番のお気に入りポイントであるこのチャーシュー。豚バラを豚骨スープで煮込み自家製だれに漬け込んだこのチャーシューはほろっと口の中でほぐれて油がじゅわっととろけて油の甘みが口の中に広がる最高に食べ応えのあるチャーシューなんです。野菜、チャーシュー、スープ、麺それぞれにしっかり味がついていてうまい二郎系ラーメン。ひろろもついつい定期的に食べに行っている食べ応えと満足感が突き抜けているのがおすすめポイントです。ぜひ皆さんも一度は食べてみてくださいね。
お次は防府天満宮の参道に居を構える神宝さん。ラーメンとキムチが自慢のお店で、キムチの方はテイクアウト販売もされています。撮影時にはお店を代表するラーメンとキムチを一緒に楽しめる極みを注文しました。スープはライト豚骨、麺は薩摩の中太麺を使用。そして3、4時間かけて炊き込んで味付けされたチャーシュー。スルスルと食べやすく、どんどん箸が進む美味しさの会員必至のラーメンなんです。そしてヒロローが特におすすめなのがこのキムチ。キムチの辛みとなるヤンニョンが素晴らしく美味しいんですよね。種類としてもこのメニューでは白菜とニラのキムチがついてきますが、テイクアウトではホタテやイカなどのキムチもあります。しかもキムチのネタによって少しずつヤンニョンの味付けを変えて漬け込むというこだわりの品。男性にはこちらのニラのキムチが特におすすめですよ。とにかくご飯が進みまくるという食べ応えとうまさなんです。立ち寄った際にはぜひ絶品キムチをテイクアウトして帰りましょう。お次は下関市の土井ヶ浜食堂はるみさん。土井ヶ浜を一望できる絶景スポットで新鮮な魚介を楽しめるお店。こちらではものすごい映えメニューを紹介しましたね。それがこちらの海鮮船盛り丼。肉厚にカットされた大量のお刺身が盛り付けられた船盛り。その下にはおひつに入ったご飯とサラダ、小鉢2種類とお味噌汁と茶碗蒸し。とにかく豪華なメニューなんです。こちらのメニューは3段階の楽しみ方ができるのが特におすすめのポイント。まずはお刺身として新鮮なお魚を味わい、次は好みの魚介を乗せて海鮮丼として楽しみ、最後はだし茶漬けとして締め。お刺身の時点でご飯がなくなってしまいそうになる美味しさで、魚が美味しいから3通りの食べ方をしても全てが最後までうまい。さらに景色も良くて気分転換にも最適。お刺身の量も多いので複数人で行ってこのメニューを1人分注文してみんなでシェアするのが量的にも金銭的にもちょうどいい注文の仕方かなと思います。皆さんもぜひこの豪華な海鮮丼を食べてみてくださいね。お次は山陽小野田市のライオン亭さん。撮影時に注文したのはチキン南蛮定食。さらに定食を注文した方は小鉢から2つを選ぶことができますよ。定食以外を注文した方でも200円で小鉢を3つ選ぶことができます。大きなチキン南蛮が3つ、衣はカリカリ食感、甘酢の強めの酸味、その後に感じるお肉とタルタルの美味しさ。特にカリカリ食感がお店の特徴としてこだわっているんだそうで、大きな食感と相まって食べ応え抜群。このボリューム感とリーズナブルな価格設定がおすすめのポイント。そう、お店のメニューが全体的に1000円未満でボリューム満点なんです。しかもうまいとなればいかない手はありませんね。そして甘酢の酸味のおかげでさっぱりと食べられるので箸も止まりません。このチキン南蛮以外にもオムカレーやミックスフライなど美味しそうなメニューがたくさん。行けば必ず食べたいものが見つかると思いますよ。ぜひ皆さんもリーズナブルでボリューム満点のメニューを食べてみてくださいね。お次は下関市の凛花さん。窓から見える田園風景を眺めながら海鮮丼が食べられるカフェレストラン。店内のインテリアはオーナーさんが手作りした木製のものばかり。木の香りを感じながら落ち着いて食事ができますよ。注文したのはこちらの海鮮丼7種盛り。ネタも厚めにカットされて食べ応えありそう。それにあら汁とお豆腐とお漬物の完璧な婦人のメニューです。厚めのカットなのでプリプリの弾力。美味しくてパクパクと勢いよく食べ進めてしまいそうな丼。お刺身にサザエが入っているのはよく見ますが、海鮮丼では珍しいですね。風味があってコリコリとしてアクセントになり美味しいです。デザートとコーヒーをセットで注文すれば550円でいただけます。2階にあたるこのお店の1階にもカフェがあり、こちらもオーナーさんが作ったインテリアが溢れていてリラックスできる空間になっていますよ。こちらのお店は木の香り漂う店内で田園風景を眺めながら海鮮をたっぷり食べられてと気分転換にぴったりなのがおすすめのポイント。ぜひ皆さんも気分転換したくなったら凛花さんへ行ってみてくださいね。お次は山口市の実家さん。こちらのおすすめポイントは何といってもしっかり満腹になれる週替わりのランチメニューとアットホームな雰囲気による居心地の良さ。営業日についてはインスタグラムでの確認となりますが、行けば必ず美味しいご飯とのんびりとした時間を過ごせること間違いなしです。撮影時のランチメニューは豚の生姜焼きランチ。
豚のロースを使った生姜焼き、厚めにカットされたお肉が3枚というボリューム満点のメニューです。塩コショウ、酒で下味をつけて片栗粉をつけてサラダ油で焼いていき、日本酒に三温糖と醤油をさっと絡め、最後に生の生姜をすりおろし少しだけ火を入れて絡めると完成。調理の最後に生姜をすりおろしているので少し辛みの強さが残っていて、このピリッとした辛さが食欲を増してくれます。しかも豚ロースが3枚というボリュームでお味噌汁も具だくさん、お漬物まであるということでご飯が足りなくなってしまいます。他にも週替わりでカレーやハンバーグなどのメニューもあり、ヒロローが食べたこのロールキャベツも食べ応えがありとっても美味しかったんですよね。そして食べながら店主さんとのお話も楽しくて、ついつい長居してしまうような居心地の良さが魅力なんです。ぜひ皆さんもほっと一息つきたいときは実家さんに立ち寄ってみてくださいね。最後はこちら、萩市の港食堂トトトさん。今年最後にご紹介したトトトさんがギリギリセーフで入選。こちらのおすすめポイントは、お得にお店の代表的な味を楽しめる看板メニューと新鮮な魚介を使ったメニューの数々。その看板メニューがこちらの超トトト定食。2種類のミニ丼と4つの小鉢とお味噌汁がついてくるお得なセット。今回はお店のおすすめかつ人気の高いミニトトト丼とミニ白い漬け丼をチョイス。まずはこちらのミニトトト丼。魚は新鮮、ブロック状にカットしていることで食べ応えのある大きさ。地元の魚を中心に市場に流通しにくい未利用魚や規格外の魚も積極的に利用しており、甘辛い特製だれで数種類の魚の細切れをあえて提供しています。真ん中の卵黄を崩して絡めればうまさが1段階アップ。さらにごまだれをかけてうまさが2段階アップしますよ。そしてミニ白い漬け丼。こちらはメレンゲと山芋、自家製の出汁をベースにした秘伝のタレを使っており、ふわっとした食感とその下に隠された漬けの味がたまらない美味しさなんです。こちらも卵黄を崩すと映え度も美味しさも抜群に上がり、食感と味の両方を最高に楽しめてヒロロー一押しです。さらにミニトトト丼は最後に一緒に提供されるお出汁をかけてだし茶漬けで締めることもできますよ。萩の新鮮な魚を最後まで余すことなく味わえるというトトトさんのメニューの中で初めて食べるのに超おすすめのメニューとなっていますよ。他にも数量限定の反射炉丼や痛風プリンもあり、海鮮以外の珍しいメニューもあるのでそちらも食べてみてほしいですね。萩市で海鮮を食べるならぜひトトトさんに足を運んでみてくださいね。今回は2024年版行ってよかったお店10選のご紹介でした。今年もたくさんのお店にお邪魔させていただき、美味しいものを食べて幸せな1年でした。撮影に協力してくださったお店の皆さん、支えてくれた視聴者の皆さん、本当に1年ありがとうございました。ぜひ皆さんもチャンネルで紹介したお店に足を運んでもらえたら嬉しいです。今年は当チャンネルも1000人未満から今では8000人台まで増えて、チャンネルの成長を感じた1年でもありました。来年も皆さんに山口県のお店を紹介し、かつ楽しいコンテンツを提供できるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは皆さん、良いお年を。来年もよろしくお願いいたします。はらぺこグルメ道では山口県の飲食店を応援したいという思いをモットーに日々動画を作成しています。これからも皆さんに注目すべきいろいろなお店をご紹介していきますので、今後どんなお店が紹介されるのか気になる方はぜひこの機会にチャンネル登録ボタンをポチッと押し、通知をオンにしておくことをお勧めします。それでは今回の動画はここまで。また次回お会いしましょう。またねー。